Hello, good morning. 今日はオランダでの1ヶ月の生活費をちょっとまとめてみたので、前になんか Q&A した時に結構その生活費知りたい人いたので役に立つかなって思って、晴れてる、そんな感じでとりあえず今日はオランダでの1ヶ月の生活費を紹介します。で、前提としてまず私はフリーランスビザでオランダに滞在してて、でも一応海外の会社でB2B コントラクトで一応フルタイムっていう結構特殊な形でオランダに滞住してるんですけど、あとワーホリじゃないですっていうことをちょっと伝えておこうかなって思って、最近日本語も英語もやばいんですけども、日本語がほんまに壊滅的すぎてこいつ何言ってんのみたいな瞬間あると思うんですけど、目を閉じていただければと思います。やっぱりまずはじめに多分家賃がみんな気になると思うんですけど、家賃は一応950ユーロ払ってて、これも家賃だけじゃなくて電気、水道代、光熱費、ネット代全部込み込みの値段での950ユーロっていう家賃なので、めっちゃいい条件の方かなって思います。で、今住んでるシティがデンハーグっていうシティに住んでるんですけど、でもそのデンハーグの中心街、なんかいろいろショッピング街とかがあるとこまで徒歩10分15分10分ぐらいかな、10分ぐらいで徒歩圏内で行ける場所で、めっちゃいい場所に住んでて、で多分デンハーグの家賃の層はわからないんですけど、アムステルダムはもうおかしいぐらいめっちゃ家賃が高いんですけど、でもデンハーグはどうなんやろ、多分その場所にもよると思うんですけど、私はシティセンターの近くにあって、あと治安もめっちゃいい地域で、ショッピング街まで10分で行けるっていうめっちゃ条件のいいスタジオを確保できたので、950ユーロっていう家賃はめっちゃ安いと思います。近所もめっちゃ静か、なんか夜も静かすぎてめっちゃ安眠できる。スーパーもトラムも薬局も全部徒歩5分圏内やって、すぐだからほぼ毎日スーパー行ってます。でそんな感じで家賃はとりあえず1ヶ月に950ユーロ払ってます。で次が交通費なんですけど、私今デンハーグに住んでて、シティセンターまで行くのもう全部徒歩圏内で行けるし、歩くのめっちゃ好きなんで、結構あんまりそのトラムとかバスとかは使わないんですけど、先月かかったのは 65.27 ユーロ、四捨五入したら65ユーロぐらいで、アムステルダムとかロッテルダムとかそのハーレムとかそのデンハーグ以外の市街に行くときはその NS っていうオランダの黄色と青のなんか電車みたいなを使ってて、で結構オランダの電車事情は割と時間通りにも来るし、ちょっと遅れることもあるんですけど、トラムは結構安めなんですけど、なんか NS その黄色と青の普通の電車使ったら割と高め、ちょっと割高な感じかな、日本と比べたら。なんで私の場合はデンハーグセントラルステーションからアムスのセントラルステーション行くまでに一応NS アプリで調べたら一応 13.15 ユーロぐらいだから、13ユーロぐらいだから、今円安であれなんで一応カッコで日本円入れとくんですけど、一応13ユーロぐらいかかるんで、割と日本と比べたら割高かなっていうイメージです。でもなんか OV チップカードオンラインですぐに発行できて、オランダでアドレス、住所持ってる人はこれ申請できるんですけど、こんな感じので、これ持ってて月額のサブスクリプションみたいなをしたら、なんか一応何個かそのサブスクリプションにも種類があるんですけど、私はピーク時間があって、オランダで朝の6時半から9時半までと、あとは夕方の4時半から夕方の6時半ぐらいまでがその朝と夜のピークの時間なんですけど、私はそのピーク時間以外やったら 40% オフで、あとは週末
にもこれ使うんやったら一応 40% オフになるっていうそのサブスクリプションしてて、それ使ったらいつもアムスまで行くまでにスクリプションなしだったら13ユーロぐらいかかるんですけど、でもこのカード使ったら6ユーロ7ユーロぐらいまでにそのディスカウントされるので、これはもうほぼ毎日使ってます。なんか別にピーク時間とか関係なくこれはほぼ毎日使ってて、先月も結構いろんなとこ行ってアムスに 3,4 回ぐらい行って、で往復やったらディスカウントなしやったら26ユーロぐらいして、めっちゃ多分高くなると思うんですけど、でもアムスに 2,3 回行って、ロッテルダムにも 2,3 回して往復ずっとしてるにもかかわらず65ユーロっていうのは割と安い方かなって思います。だからそれはこのカードのおかげ。これなかったら割と多分100ユーロ超えると思います。そのアムスにめっちゃ行ってたらって感じですね。交通費は先月は65.27 ユーロ。なんかトラムとバスってあんま割引あるかわからないんですけど、でもトラムなんかだいたい 1.5 ユーロぐらいでめっちゃ安いし、バスも多分そんぐらいの値段で、トラムとかめっちゃ安いです。次は食費なんですけど、これはスーパーで何買ってるか、先月は122ユーロぐらいかな。で、私は毎日自炊するし、お肉魚は食べない生活してるので、お肉魚は買わないし調理しないし、お肉魚は野菜とかと比べたらちょっと高めなんで、それで結構削られてるなって感じで、節約できるなって感じなんですけど、野菜フルーツ生活の中心で、でもなんか日本と比べたら野菜フルーツはめっちゃ安いんで、そこで結構節約はできてるかなって思います。パスタも安いしチーズも安いし、ほんまにほぼ毎日自炊してて、で徒歩5分以内にスーパーあるんで、なんか毎日ちょこちょこ買い物行ったりしてます。そうですね。なんかアルバートヘインっていう青い一番有名なスーパーによく行ってるんですけど、でもなんかそこは割と割高っていう印象なんですけど、でもなんかその分ちゃんと食品も美味しいし、なんかちゃんとしてるし、なんかお店の雰囲気が好きやから私はよくアルバートヘインに行ってるんですけど、でもなんかもう一つ安いお店でディルクっていう、発音合ってるかわからないんですけど、ディルクっていう赤いスーパーがあるんですけど、でもそこはなんかみんな安いって言ってます。私的にはなんかそんなに変わらないかなって思ってます。で、なんかアルバートヘインもなんかメンバーカードみたいな、ボーナスカードか、このアルバートヘインでボーナスカードみたいな持ってるんで、なんかこれ持ってたらいっぱい割引効くんで、なんか私的にはあんまディルクとは赤いスーパーと比べたらアルバートヘインがめっちゃ高いっていう印象は全然自分的にはないです。私はアルバートヘインに行ってます。そんな感じかな。先月の食費は122ユーロぐらいでした。はい。で、次が交際費なんですけど、この交際費はカフェとかドリンクとかレストランとか友達と行った時の合計なんですけど、これは5月にかかったお金は 91.65 ユーロでした。だいたい92ユーロぐらいで、私的にはカフェ、レストランとか夜ご飯のディナー行く時はちょっとカフェに行く時と比べたら高いんですけど、でもカフェ行ったら割となんかドリンクとちょっとしたペーストリーとかちょっとなんかちっちゃいクッキーとか頼んで、10ユーロ以下で、アムステルダムとか行ったらその場にもよるんですけど10ユーロちょっと超えるぐらいかなって感じなんですけど、1ユーロを1円にしたらなんかそんなに日本と変わらないぐらいです。私抹茶大好きでカフェに行ったら絶対抹茶頼むんですけど、でも抹茶はなんかやっぱりコーヒーとかラテとかと比べたらちょっと割高な感じで、なんか普通のコーヒーとかカフェラテは 4.5 ユーロとか5ユーロなんですけど、その抹茶ラテとかになったら6ユーロから7ユーロぐらい、高くて 7.5 ユーロぐらいで、コーヒーと比べたらちょっと割高なんですけど、でも私は抹茶が好きなのでもうそんな気にせず全然抹茶買うんですけど、そんな感じかな。ドリンクはこっちはコーヒー文化が日本もなんですけど
こっちもコーヒー文化割と盛んなんで、そんなに高くはないです。で夜ご飯はその場にもよるけど、例えば先月で言えば友達とそのピザを食べに行って、ピザ一つと、デザートに頼んだティラミスで1人当たり24ユーロぐらいやったかな、24、5ユーロぐらいかかりました。それ考えたら日本の方が安いし、クオリティがいいかはそのお店によるんですけど、夜ご飯行くんやったら日本の方が断然に安いなって感じです。アルコールとかも全部含めて。で次は、エンターテインメント、娯楽っていうのかな、ちょっとわかんないんですけど、自分の服やったりスキンケアやったり美容品やったり本とか自分のためになるもの、全部合わせて、120ユーロくらいでした。でこれを分解したら、服はだいたい80ユーロぐらいで、あとは美容代とか、スキンケアとかクレンジングとかは35ユーロとかで、本とかも結構買ったりしてるんで、20ユーロぐらいでだいたいエンターテインメント用は120ユーロぐらいかな。でもこれも月のあれによって変わるんですけど、でも私あんまり物欲ないっていうか、ほんまに欲しいってビビってきたものしかあんま買わないっていうか、あんまり無駄遣いしないようにしてるんで、日頃から。だからそんなにこれも高くはないかな、分からへん。ほんまに人によると思います。でも日本にいる時の方が美容にお金はかけてたなって思います。そんな感じで1ヶ月前のあれは120ユーロぐらいでした。はい。で次は日用品とかなんですけど、携帯とか洗濯代とかで、携帯代はめっちゃ安くて8ユーロぐらいで済んでます。何の会社やったっけな、ユーフォンっていう会社を使ってて、普通に使えるし EU 内でその旅行行ってもそのまま携帯も使えるので、割と便利で使ってます。そう、携帯代はだいたい8ユーロ。これも日本と比べたらめっちゃ安いです。日本にいる時から格安 SIM 使ってたので、割とそういうその知識はある方やと思うので、いろいろ調べて、とりあえず携帯代は一番安いやつにしました。その契約した時にそのキャンペーンしてたので、そのキャンペーンに申し込んで、今もそのキャンペーンが続いてるって感じで、とりあえず8ユーロぐらいかな。先月は1ヶ月に8ユーロぐらいで携帯代は済んでます。で次はスタジオなんですけど、洗濯機がなくて、そう洗濯機がなくて、で徒歩5分圏内にコインランドリーがあるので、そこに行ってるんですけど、でもそこのコインランドリー現金しか使えないんで、でも割と割高で、ウォッシュとドライで12ユーロぐらいして、ちょっと割高なんですけど、でも仕方ないかって思って、12ユーロぐらい現金で毎月2,3 回行くようにしてます。洗濯機欲しいんですけど、ちょっと置くスペースがないから、もうコインランドリーで我慢するしかってない感じです。で他はサブスクリプションのお金なんですけど、Spotify で11ユーロぐらいで、 Amazon プライムで5ユーロぐらいで、iCloud で3ユーロぐらいで、一番最初に言ってたOV チップカードのサブスクリプションで5ユーロぐらいなんで、全部合わせたら何ユーロぐらいなの、30ユーロぐらいかな、日用品で。で他には保険代も払ってて、オランダが保険に入らないとダメなんで、フリーランスでも日本でもそうか、そうそれなんで、保険は一応1ヶ月に135ユーロぐらいのやつを払ってます。で他にはフリーランスビザで滞在してるので、その VAT タックスっていうバリューアドタックスっていうのを申告しないとダメで、これも自分でできるんですけど、ちょっとミスしたら怖いし、オランダ語申請するときはオランダ語なんでちょっとわからないんで、ちょっと怖いなって思ってて、これは一応3ヶ月に1回申告する制度なんですけど、でも私は一応会計士さんに頼んで、
その会計士さんに3ヶ月に1回で320ユーロぐらいかな払ってます。でもこれも多分もう自分でできるんで、調べたら多分いっぱい情報出てくるし、自分でできるんで、オランダ人の友達もできたので、ちょっとその子に聞きながら、ちょっと次は自分でやってみようかなって思ってる感じです。とりあえず VAT 申告はそう3ヶ月に1回なんですけど、320ユーロぐらい払ってます。これが大体の1ヶ月での生活費なんですけど、合計で1830ユーロぐらいかな。今適当に計算したんですけど、これもほんまに人によると思うんですけど、私ほんまに節約するようには心がけてあんまり変な無駄にいらないものとかあんま買わないようにしてるんで、旅行にもいっぱい行きたいんで、その旅行費を割と貯めたいっていう感じの人間なんですけど、豪遊してる感じのない、普通に毎日苦しくなく暮らせる普通の毎日を生きてる感じでの生活費です。これはかな。家賃がやっぱり一番高いです。この家はほんまにラッキーやったと思います。ほぼシティセンターやし、治安もいい場所やし、スタジオやし。でアムステルダムでこの条件、その電気水道光熱費でネット代全部込みのスタジオはアムスでは絶対探せないので、アムスに住んでもいいなって思ってたけど、ずっとリモートワークなんで、その自分のスペースが欲しかった感じなんで、スタジオをずっと探してたんですけど、でもそのアムス以外のシティやったら割とスタジオは見つけられると思います。で家探し、オランダでも2回も家探ししてて、オランダに初めて着いた時はオランダにある Airbnb で1ヶ月滞在してて、でその間にハーレムでの家も1ヶ月内に見つけれたし、でそのハーレムの家に住んでる時にもその引っ越すぞって決めて、1ヶ月以内でそのデンハーグのこの今住んでる家も見つけれたし、割とオランダの家事情はほんまにやばいって言うけど、オランダっていうかアムスだけがやばいかなって思います。そのアムステルダムにこだわりがなかったら全然他のシティにその候補を増やせば全然いけると思います。私はどっちともその引っ越しは全部1ヶ月以内で終えれました。普通にラッキーやったっていうのも理由の一つかなとは思うんですけど、でもほんまにそのタイミングとその人のその条件にはよると思います。家探しで気をつけてた方がいいよっていうアドバイスは、やっぱりメッセージを送るときに自分の名前と年齢と自己紹介と仕事があるかどうかと、あとは収入証明ができるかどうか、割とここ大切で、収入証明書を提示してほしいっていうその大家さんが多いので、なんでその契約書、会社との契約書とか、あとはバンクステートメントを出してほしいみたいなのは割とあるかもしれないです。そのオランダ人以外やったら、そのオランダのネイティブ以外やったら割とそういう書類系の提出を求められることが多いんですけど、ほんまにそれが提出できて、大家さんとかエージェンシーとかのそのマッチが良ければ全然いけると思います。あとは人柄です。その人の性格やと思います。私ほんまにポジティブでイージーゴーイングな感じなんで、その内見行った時も割とめっちゃ質問するし、そのやっぱエージェンシーと大家さんのコネクションって強いから、そのエージェンシーの人に好印象を持ってもらえば、割とそのアパートアプライした時に返信返ってくる率が多いかなって個人的に思うので、とりあえずもうフレンドリーにもう気さくにそのエージェンシーの人と話したりするのは割とおすすめです。もうなんていうんやろ、媚びを売るみたいな感じ
かな。そう、そんな感じで、まあ家探しは大変やと思うんですけど、まあ全部なんとかなります、ほんまに。まあフリーランスで滞在してるんですけど、まあでもワーホリで来た人もまあ1ヶ月はこのぐらいはかかると思います。最低限というか、1000ユーロから1500ユーロはかかるかなって思います。ほんまに人によるんですけど。じゃあそんな感じでオランダの5月にかかった生活費はこんぐらいでした。1830ユーロぐらいでした。なんか割となんか思い立ってこの動画撮ったのであれなんですけど、まあでも誰かの役に立てれば嬉しいです。今日のビデオは、終わろうかなって思います。Thank you for watching. Doodles.